はい、こんにちは。革靴の健です。今日は新チャンネル開設以降初めての靴の完成になります。今日完成させるのはこちらのダンディーなエプロンタビです。この靴は前回モリジンの方でソールの仕上げまで終わりまして、今回アッパーにクリームを入れて仕上げていきたいと思います。全体的にかなりドレッシーめな作りなので、仕上げの磨きでツヤが出るとどんな雰囲気になってくるのか楽しみです。まずこのビニールの仮紐を切っていきます。まずはブリフトアッシュのクリームを塗っていきます。しっかりたっぷり塗り込んでいきます。ブラッシングします。では次はこのサフィールのクレム1925ダークブラウンですね。こいつを少しブラシに取ってアッパーとウェルトの間あたりに塗っていきます。ここブラシじゃないと奥の方まで入っていかないので、手じゃなくブラシで塗っていきます。で次ね、ワックスかけていきたいんですが、その前に木型を抜きます。ちなみにこの木型抜きはホームセンターである材料で組み合わせて作った自作の木型抜きです。これで全然抜けるんでこれを使ってます。さあ抜けるかな。結構釣り込みの時きつめだったので木型抜くのも大変なんじゃないかと思うんですが、よいしょ。これやばいわ。ライニングに残してあったこの耳、こいつをカットします。次はですね、この中底にソックシートを貼ります。やっと刻印を作りました。キッシュの刻印です。こんな感じでインソックに刻印を押してあります。焼き印も可能なんですが、今回ゴールドの箔を使用してみました。キッシュザワークですね。これをこの中底に貼ります。こんな感じでこの靴はキッシュの靴になりましたね。で次がですね、今回シューツリーを作りました。ラステッドシューツリーですね。その靴専用にぴったりにはまるように作ったツリーです。特製のシューツリーです。こちらですね。3ピースシューツリーですね。3分割になってます。キッシュザワークのひし形にも輪を使っているので、シューツリーにも輪の雰囲気を持ってこようと思ってこんな感じで作ってみました。ちなみにこの金具のベースプレートひし形になってます。作りました。でこのツリーはですね、裏は軽量化のためにこんな感じで肉抜きもしてあります。じゃあこいつを入れましょう。前と後ろを入れて真ん中を最後に入れます。こんな感じですね。やっぱり専用のシューツリーはぴったりはまるんで、靴の価値を一段上げてくれる感じがしますね。最後に表面磨きしていきます。ワックスを塗っていきます。表面磨きをしていきます。ヒールのコバもしっかり磨いておきます。
で最後に靴紐を入れます。茶色のロー引き平紐です。はい、磨き終わりましてついに完成です。正直今までで一番いい出来で、見てるだけでにやけます。何時間でも見てられる気がしますが、最後にデザインやディティールの紹介をしていきます。こんな感じで、デザインはエプロンダービーですね。外羽の U チップとも言ったりします。この部分が外羽で、ここには手縫いの飾りステッチですね、これを入れてあります。履き口のところには少し明るめの革でパイピングをしまして、肩はこんな感じで縫い割りドッグテールになってます。ソールを見ると半カラス仕上げですね。ウエスト部分はダークブラウンに染めてツヤを出しておきました。パターン的には結構見る感じのシンプルなダービーですね。ディティールを見ていきます。この U チップの手縫いなんですけど、革をつまんで縫ってるだけなんで、こう革のつなぎ目とかではないですね。革をつまんで縫ってるので、この中にね糸が通っていますね。この糸の通っているところが若干こうボコボコして革の表情が出てますね。少し他のところに比べて色が薄くなってる感じもありますね。でソールを見ますと、ウェルトは10番ピッチで出し縫いをかけてあります。約 2.5mm ぐらいですね。しっかりウィールを転がしてこんな感じでギザをつけてあります。このギザが均等に入ってると光が当たった時のね、このキラキラ感とか陰影の感じが美しいんですよね。それなりに綺麗にいってるんですけど、もうちょっとウィールは僕の中では課題があるなという感じはしています。つま先の形状はセミスクエアですね。少し角張ってます。全体的にルレーな曲線の感じで、かなりスタイリッシュながらもどっしりとした印象があると思います。でウエスト部分はこれベベルドウエストやってあります。出し縫いが細かく縫ってあるフロントから一気にグッと奥まってソールとアッパーが密着してますね。内側の部分もこんな感じになってます。ヒールは若干のピッチとヒールですね。上から下に向けて若干すぼまってます。アッパーと同じく輝いてます。でこの部分、かかとの部分は縫い割りで、トップラインのところはドッグテールになってます。ソールのウエスト部分はこんな感じです。この革はちょっと掘り出し物でいいものを見つけたんで使ってるんですけど、銘柄は分かんないんですよね。なんですが、見た感じも明らかに良さげな革なので今回使ってみました。ちょっとねこう色ムラのある感じも若干あるんですよね。濃いところと薄いところが釣り込みによってちょっと色が抜けてる感じもあります。その辺がまた透明感があってかっこいいですね。でこの3ピースシューツリーはこの取っ手を使ってまず真ん中を抜きますね。で後ろを抜いてこれで前を引っ張って、結構硬いんですけどこれで抜きます。靴を履いて少しシューツリー緩んでくると思うので、出し入れはそんな感じですね。でこのシューツリーはですね、木型の形をコピーしてシューツリーとしてこう出し入れができるように少し削って加工してあります。この紐は着物とかに使う帯紐ですね。帯紐を一番後ろと前でつないでリングに通してあります。なのでこれで3つは常につながってるんで、左右がどっちだか分かんなくなるってことはないですね。木型の形ほぼそのものなんで、靴を履いて履きじわが入ってもこのシューツリーを入れればしっかり元の状態に戻って保管ができますね。インソールにはキッシュザワークです。ということでダンディダービー完成しました。この靴はですね、キッシュで販売する靴の試作も兼ねてちょっといろんなことをやってみました。結構手応えはつかめたので、これをどんどん次に生かしていきたいと思います。でこの靴は僕の大学の先輩に作りました。この大学の先輩は同じ研究室の先輩で、革靴も興味があってヴィンテージシューズなんかも少し持ってる人なんですが、その人に最後は履いてもらいたいと思います。いやー、どんな感じになるかめちゃめちゃ楽しみですね。この靴の完成写真はまたインスタグラムの方にアップします。でですね、インスタグラム今まで使ってたアカウントと完成写真だけギャラリーのようにするアカウントもう一個作りますので、よかったらそちらも見てみてください。今後作る靴は一覧でそっちでも見れるようになります。
この靴の制作過程は以前活動していたモリジンの方の動画にアップしてあります。作成動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひそこから見てみてください。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。